すごく受け入れがたい。swung a fork. So much chaotic thing. 日本に行く理由は、日本に来た理由は、みんなの反応はどうだったの？子供がいるから親になれる。だからつまり子供が親にさせてくれてるんですよね。この親という漢字の由来とは違いますが、過去にいくつかの記事で読んだことがあります。親はいつでも子供たちのためにと考える。当然ですよね。子供たちよりも経験は豊富で、今後どんな風になっていくのかがわかるからです。だからアドバイスしたり、ちょっと先回りをして危険から回避する。でもこれから先もずっと一緒にいてあげたいけど、そうもいかない。もちろんほったらかしにするという意味ではないんですよ。親という漢字を頭の中に入れます。大きな木の上に立って、そこから見守ってあげる。子供たちが転んでもすぐには助けていけない距離だから、子供たちはどうそこを乗り越えていくのか、様子を見守っていく。なるべく自分もあんまり感傷的にはならないようにはしてる。出ちゃう。で、口が出ちゃうけど、でもなるべく見守ってあげるようには努力はしている、親として。ただ、いくら親で見守ってなくちゃいけない時があっても、出なくちゃいけない場面もあった。この日から3日間、コビは停学処分するということに決定しました。その前の日の午後2時半くらいに電話が学校からかかってきて、電話の奥で校長先生に言われたのが、息子さんを今から迎えに来てほしいと。それから3日間の学校停止になります。っていうことを言われたんです。で、理由はどうしてかと聞くと、コビ君は体育の授業に友達といざこざがあって手首を叩いて、その子は今緊急の病院にいます。怪我を負わせた罰として学校を停学処分にしますと言われました。もしこれに納得がいかないのであれば、学校に配属されている警察官の方に回しますっていうところを言われた時に、ショックですよね。自分の子供がすごく受け入れがたい事実ではあったんですけど、やっぱりどうしてコビがそんなことをしたのかっていうことを深く知りたいとは思いましたね。で、学校に迎えに行ったんですね。これがその日の夜です。ということで、話をコビから聞くと、全くコビは今回の事件で何も悪くないっていうことが分かりました。その一連の流れを私は聞いてなかったし、コビも校長先生にそのことは言えなかったと。コビが正直な子ではあるっていうのは分かるんだけど、信じたいっていう親の気持ちもあるんだけど、そのもしかしたらっていうことを考えると、親もすぐには校長室に行って話すっていうことはできなかったのが事実です。午前中、停学処分中のコビは私と一緒に家にいました。ここをどうやって私の拙い英語で校長先生に話したらいいかなって。でもどうやってその悪くなかったっていうことを、もうすでに悪いでしょっていうふうに言われている学校に証明するのか。停学して一日中家にいるコビを見ていたら、なんとなくやっぱり校長先生にしっかり話した方がいいんじゃないのかなっていうふうな気にもなったんですよね。初めはトラブルメーカー的に迎え入れられた校長室でしたが、話を進めていって何とか説明できるところを説明していくうちに、校長先生も協力的になってくれて、さらに深く事情調査をしてくれました。高い木の上から降りて一緒にいてあげる親でいてあげる必要がありました。
これは校長室で話し終わった後に洗車に一緒に来ました。怪我をしていたと思われる相手の生徒の手首にも異常はなく、普通に学校に来ているということです。結論から言うと、コビは3日間の停学処分でしたが、停学処分は取りやめになり、その代わり相手側の生徒が3日間の停学となりました。相手の親は怪我もさせられて、さらに停学処分と怒り狂ってたらしいのですが、晴れて次の日から学校に行けたものの、やっぱりこの1日の停学処分で本人もかなり不安定な学校生活を送っていたと思います。でもそこは子供を信じて木の上から見守ることに決めました。親だけど親ってこんな気持ちなんだね。この場面で視聴者さんはなんとなく覚えている人もいるかもしれません。このビデオでも取り上げました。この日高校で行うリハーサルがありました。でもそれが突然のキャンセル。その理由が拳銃を持ってコビノがいる学校で自殺をしようとしていた高校生が学校に配属されている警察官に取り押さえられて捕まりました。何度となくこの事実を考えると、その場からコビを取り戻したくなりました。コビだけじゃない。正直ここにいるみんな連れて帰りたくなるくらい。子供が命の危険にさらされている親は、やっぱり木から降りて安全な場所へ確保するのは当然ですよね。可能な限りね。Kobe? What's the kid's name? Who hit you? He got his pizza stolen from some other kid. That other kid told Kobe stole your pizza. Swung at Kobe with his fork, and Kobe dodged it. He went back, and still the fork hit him, right? Well, if you wouldn't have dodged, it wouldn't have hit you, which sounds ridiculous. He swung a fork at another kid, which could have been really dangerous. Right. So I don't care how little it is. You know, the scratch on Kobe's face isn't that bad. He's got two little, like, it looks like cat claw scratches. Anyway, I don't know. It's so much chaotic things like this, and you know, it could happen in Japan too, though. Right, I know. Once a week, it seems like Kobe's coming home telling me something about some kid got in a fight, or some kid's bullying some other kid, or some kid is hitting Kobe in the head on the bus, or you know, it's like every week there's something. Yeah, I just don't want you to expect, you know, Japan is like not happening like this. You know, probably. 今回のことはひどい傷にはならなかったということから、学校に話すことはやめました。理由はこの傷が原因でその子は停学処分を受けることになった場合、その後その子が学校に戻ってきた時、万が一コビにとばちりが向かってしまったら、そう考えると親としてやった正しいことも子供たちの世界では正しくなかったりしますよね。コビもその辺の不安はあるということだったので、ただ念のために continuously doing this, then we have to tell them. Take a Yeah, for photo sure. and everything, and you know, For sure. get the Yeah. evidence what Yeah. really happened. I'm gonna have Kobe Ryan to eat. You must really need to go eat. Hey, the cereal. この日、上司からビルの仕事の昇格の話が来ました。昇格させたいけど、その代わりに1年間は職場にいてほしいと。日本の仕事を探してはいましたが、とりあえず1年間はその仕事に専念することに決めました。それと同時に夕方4時にはコビのために帰宅をしていましたが、帰りが遅くなることも懸念し、今回は会の卒業式に帰ってくるついでに、コビもゆっくり2年生として日本で生活ができるようにするために、コビもここでアメリカ生活を終えることに決めました。いや、そんなことはねえだろう。顔変わった。顔変わったあの背が多分伸びた。伸びたかもね。ここら辺までだったらなんか以前一緒だった同じサッカーチームのメンバーも集まってくれて、コビも絶対安心していることと思います。そしてもちろん私も、久しぶりにずっとやっていくんだけど、やっていけそう？うん。何が一番不安ですか？学校。学校？うん。学校
校の何が不安？うん、数学と数学と国語？そっか。正直なところ離れて7ヶ月生活していたせいか、コビの日本語が驚くほど衰えていました。話をしている限りでは皆さんもあまり気づいてないとは思いますが、特に読み書きはかなり衰えていて、日本の中学校でやりきれるか心配でした。英語が話せたってここは日本語ができなければ初めは良くても慣れてきたあたりから周りについていけないっていう漠然とした不安は間違いなくあると思う。どこかのコメントでも書いてありましたが、日本の学校に通うと次の日から周りのみんなと同じようなことを求められて、そこが帰国生にはかなりの難関でへこたれてしまうようです。私はコビが少しくらいへこたれてもいいと思っているんですけど、親としてどんなサポートが必要になってくるのかって考えると結構の闇だったんだよね。でもこれを見た時になんか大丈夫かもって思いました。受験も終わってゆっくりしていた甲斐が見てくれているし、少なくても勉強面では私もつきっきりで教えなくてもよくなったし、現役は私よりも100倍強いんでね。一人でやろうとしないで甲斐に助けてもらえて本当に助かりました。学校へ行く準備をします。これでいいの？アメリカに帰った時にこっちに持って帰ってこなかったものがたくさんあったので、また買い直しをしています。一つ一つはそんなに高くないんだけどさ、それが合わさるとこうなるよね。帰ってきて間もないコビにいくつかの質問をしてみました。食べ物かな。何？いろんなものがあったけど、一番はやっぱお味噌汁かな。味噌汁。全然変わってないし、いつも楽しんでる。友達かな、一番は。友達？友達に何も言ってこなかったんでしょ？だって言ってきた。言ってきたの？友達信じてくれた？一人信じてくれるの絶対嘘じゃんって。だからいいよ、嘘だって思っていいよ。だけど俺木曜日にはもういないからって。メール一回してくれた。お前いつ帰ってくるのって。日本と違ってさ、お別れ会とかないからね。いいですか？緊張しますか？学校も緊張しないで。勉強なんだよね。今日数学と国語両方あるしさ。入学式にはなんとなくうまくやっていけるようにするために、今日からゆっくりやっていくわけだから、6ヶ月行っちゃってたから少しなんつうの、少しちょっと怪しいですとは言ってたから大丈夫。怪しい。だって怪しいです実は。怪しいよ。そりゃそうですよねって言ってくれてるから大丈夫。いくら慣れてると言っても別な国の別な言葉で学校に通う。不安だよね。怖いよね。それは親の私だって100も承知。でもきっといい経験になるから、親の生まれた国をたくさん知ってもらいたい。コビー頑張っておいで。全然変わんない。みんなの反応はどうだった？声一切出さなかった。みんな見るとマジでっていう感じだった？給食うまかった。給食うまかった？授業はどうだったの？数学全然できない。国語感じですか。20問中ね、4つできた。でも4つはできたんだ。見てない。 5個できたよ。だけど5個は絶対怪しい。だから多分4つ。4つ当たってる。絶対。で部活ありなし？部活はあり。朝練もできるかな。これがコビが日本に住むまでの経緯です。私も親として何が当たっていて外れているのかは分かりません。たまに本当にこれで良かったのかなって立ち止まって考える時もあります。こうして考えてみると、いつの間にか子供に親として育てられている気もします。木の上に立って僕たちを見守ってごらんって育てられてるのかもな。でもたまに木から降りてコビ迅速に勉強だよ。いやもう育てる必要もある。